不動産屋さんの会談です。今回はうちの社長が知り合いの荷上げ屋さんをしている人から聞いてきた話です。荷上げ屋とはご存知の方もいると思いますが、建築現場や倉庫などで重い資材や商品を運ぶ仕事でとても重労働だそうです。その知り合いの荷上げ屋さんは40歳前後の男性で、仮に石井さんとしておきます。その仕事は派遣で、毎回同じ場所で同じメンバーの仕事というわけではなく、頻繁に人員は入れ替わるそうです。ちょうど6ヶ月前、石井さんは日用雑貨や家電家具を販売する大手ホームセンターの倉庫の仕事を請け負っていました。その倉庫は埼玉の県境にあり、おのおの3階建ての大型倉庫が3つ並んでいたそうで、石井さんはその中の一つの倉庫で荷物の搬出搬入と商品の仕分けを主にしていました。仕事の時間帯なのですが、そのホームセンターの従業員が働く昼間ではなく、夜に行っていたそうです。その倉庫の一番上の3階は昼間は従業員が使っていますが、夜間は無人だったそうで、石井さんたちは主に一つ下の階の2階で仕分けの仕事をしていました。ところで、その今石井さんが仕分けをしている倉庫は、実は幽霊が出るという噂があったそうです。この3階建ての倉庫のどの階でどんな幽霊が出るのかまでは聞かなかったそうですが、複数の人が目撃や何かしらの現象に襲われているという噂でした。そういう話は尾ひれがついて、いつの間にか都市伝説のように噂されることが多いので、石井さんはあまり信じなかったそうです。ところで、その石井さんたち荷上げ屋さんの業務内容の一つに、すべての仕分けが終わったら、最後に3階のシャッターを閉める仕事がありました。夜間に無人の3階に行って、シャッターを閉めるだけの仕事なのですが、みんな幽霊が出るという噂の倉庫なだけに、一人で誰もいないところに行くのを嫌がったそうです。それでまず大抵2人で3階に行くようにしていました。ある夜、石井さんの仲の良い同僚が、その夜の3階のシャッターを閉める係になったので、石井さんに一緒に来てほしいと頼んできたそうです。もともとその手の心霊現象とかをあまり信じない石井さんは、2つ返事で同僚と3階に行くことにしました。2人が3階に着くと、そこは薄暗く、当然無人ですから静まり返っていました。昼間従業員がフロアを動き回り、活気に満ちているのが想像もつかない、今は締め切った空気が全く動かない空間でした。さすがの石井さんも、確かに広いがらんとした倉庫から人が全くいなくなると気味が悪い雰囲気になるなと思ったそうです。そして2人はシャッターのところに向かって歩いていきました。その時です。突然2人の真横からさーっと風が吹いてきて、その風に乗ってふーという人の声が聞こえたんだそうです。2人はあっと思い、すぐさまお互い顔を見合わせました。そしてほぼ同時に相手に、今の聞いた？人の声だったよね？と確かめ合ったそうです。2人はお互いの顔がこわばっているのに気がつきました。風のヒューッと吹く音が人の声に聞こえたと思いたかったのですが、でもこの倉庫の中でそもそも風自体吹くわけがないのです。なぜなら倉庫は大きな密閉した空間ですから、外から外気が入ることはなく、どこかから風が吹いてくることなどありえないのでした。それに石井さんも同僚も、あれは間違いなく人の声だったと思ったそうです。2人は恐怖でいっぱいでしたが、急いでシャッターを閉めて、まるで恐怖映画の逃げるシーンのように慌てて下に降りていったそうです。2人はその晩は誰にも何も言わずにすぐ帰りました。その後シフトが入れ替わり、石井さんは別の倉庫の仕事になったので、
あの怪奇現象について誰かと話す機会もありませんでした。しばらくしてまた石井さんはあの同じ倉庫での仕事に回されたそうです。そして今回派遣されてきたメンバーからあることを聞かされました。そのメンバーの中に霊感のある人がいて、その人がもう一人の相棒と二人で3階のシャッターを閉めに行った時があったそうです。その時霊感のある彼だけ3階で黒い人の形をした得体の知れないものを見てしまったそうです。石井さんはいよいよ噂が本当なのだと分かってきました。でもなぜそんな心霊現象が倉庫で起きるようになったのか疑問でした。すると後日、ある事実が分かりました。ちょうどその時から1年ぐらい前のことでした。1階で昼間に荷物を台車に積んで運んでいる女性の従業員がいたそうです。台車は視界の方向の前に押して動かすのが普通ですが、その女性の従業員は台車を自分の背後の方向に引っ張って後ろの方向に動かしていたそうです。ですから台車の進む先は彼女の背後ですから見えないわけです。それで1階にはトラックの荷台の高さに合わせた搬出搬入口があり、床は地面から結構な高さがあったそうです。その時はトラックは止まっていなかったため、搬入口はぽっかり開いていました。その女性は後ろ向きで搬入口の床の高さから真っ逆さまに台車ごと地面に落ちてしまい、重い積み荷と台車が一気に女性にのしかかって圧迫死してしまったそうです。その悲惨な事故以来、幽霊が出るという噂が絶えなくなったんだそうです。ただもう一つ不可解なのは、その女性が亡くなったのは1階で3階ではないのに、幽霊が出るのは3階なのです。でもその謎もすぐ解けました。その女性は日頃その3階で業務に当たっていた従業員で、たまたま不慣れな1階で事故に遭ったということでした。亡くなった本人も想定外の事故でしたから、自分が死んだことに気がつかずに、いまだに3階で仕事をしているのでしょうね。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。